どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は10エッセンシャルズ、僕にとって欠かせない10のアイテムを紹介します。これは実はね、某チャンネルの人気シリーズなんですが、僕あれすごい好きでオマージュじゃないですけども、僕の10エッセンシャルズも紹介してみたくなったので、今日はね、やってみます。では早速いってみましょう。きみまろの10エッセンシャルズ、まず1つ目はこちら。コーヒーです。これはね、もう僕の動画ご覧いただいている方だったらわかると思うんですけど、もう本当にね、生活にはね、欠かせないものになってますね。いただきます。うまい。リラックスしたい時とか、仕事の合間とか、食後の一杯とか、あとお菓子と一緒に飲んだりとかね、もうあらゆるシーンでコーヒーは飲んでますね。もう本当に毎日 3,4 杯は自分でねドリップして、これもさっきドリップしたアイスコーヒーですけどいただいてますね。もうコーヒーは本当に僕にとってのまさにエッセンシャル、必需品になってます。コーヒーも前はね漠然と飲んでる感じがあったんですけど、数年前に、コーヒー豆屋さんというね、このチャンネルでも何度も紹介してますけど、表参道のコーヒー豆をねその場で買える、で自分の好きなコーヒー豆を導いてくれるというね素敵なお店があるんですけど、そのコーヒー豆屋さんで僕初めて朝入りコーヒーっていうのを体験したんですね。いただいたんですけど、これがもうコーヒーの世界をねバッと広げてくれる、コーヒー感を一気に変えてくれる出会いで、今までコーヒーといったらこう黒に近いような茶色で、ね、苦くてこの苦味を楽しむというのがコーヒーかなと思っていたんですけど、まさに今飲んでるのがそうなんですけど、この朝入りコーヒー、これに出会って一気に僕のコーヒー感は変わりましたね。いや、この朝入りコーヒーとの出会い、コーヒー豆屋さんでの出会いね、これはもう急速に僕をねコーヒーの世界にね引きずり込んでくれた一杯になりました。豆もねいろんな品種というかいろんなフレーバーが出てるっていうのをそこで分かって、コーヒーって本当にこう奥深くて広い世界なんだなっていうのをねそこで感じることができて、そこからねどっぷりハマっていったという感じですね。で最近はねやっぱり自分でドリップして入れることが圧倒的に多くなってきていて、コーヒー屋さんでコーヒーを頼む、もちろん頼むことはあるんですけど、頻度で言ったら圧倒的に家で入れて飲むコーヒーの方が多いですね。でそんなこんなでね、こういう風にコーヒー器具もいろいろ集めているというか揃ってきていて、こういうね山善の電気ケトル EGL-C1281 っていうね、この電気ケトルとかこのチャンネルでも紹介してますけど、長いこと使ってますし、5年ぐらいかな使ってるけど、耐久性もいいですね。毎日普通にお湯沸かすだけとか入れたら 5,6 回ぐらいは使ってるけど、でも全然劣化もしないし故障もないし、かなり耐久性高いような気しますね。めちゃくちゃ気に入ってます。でこういうね電気ケトルであったりとか、あとこういうねマグカップとかもねいろいろ可愛いのが出てるので揃えたくなっちゃいますね。これはフグレンのやつかなとか、あとはこういうドリッパーもここにね折り紙ってやつとか、あとはこれは台湾限定のやつかな、このオレンジカラーがねかっこよくてオンラインで取り寄せたドリッパーとか、カリタのドリッパーとかね、ドリッパーもいろんな種類持っていますね。使い分けています。ドリッパーによって味が若干変わったりとかもあるんで使い分けたりもしますね。であとコーヒー豆もうちだいたい常時8種類ぐらいですかね、コーヒー豆は取り揃えていて、でその日の気分とか今飲みたいフレーバーとか、あとはお菓子とか一緒にいただくのであればそのお菓子に合うようなコーヒーを選ぶっていう風にして、これもフグレンの豆ですけども、いろんな豆を取り揃えて、その日の気分、その時のシチュエーションに合わせてコーヒーをね入れていただいてます。1日何杯も入れますけど全部自分でドリップしています。全自動のねコーヒーマシンとかもちろんあるんですけども、コーヒーってハンドドリップする一連の動作の中にすごい楽しみが詰まってるなっていうのがあって、こういう風にね豆のね香りとか嗅いで、今だったらこの豆いただきたいなって、こう豆を選ぶところ、香りを嗅ぎながら選ぶところから、で豆をひいてる時もすごいいい香りがしてきたりとか、この豆だったらどのドリッパー使おうかなとか、そういうのを考えたりとか、このね選ぶ楽しさ、ドリップしてる時もね今日はうまく入れられるかなみたいなね適度な緊張感とか、ちょっとゲーム性もあったりして、でもちろんいただく時も美味しいし、この一通りのプロセスもコーヒーをいただく楽しみになったりするんですよね。そんな感じで本当コーヒーはね僕にとってのエッセンシャルアイテムになってまして、毎日の生活に欠かせないものになってます。きみまろの10エッセンシャルズ、続いてはこちら。
キツネです。キツネは出会ったのってもう10年以上前なんですけど、もともとキツネミュージックというところから出ていたキツネメゾンというね音楽のコンピレーションアルバムがあって、でこれをね友人に勧められて聴き始めたところがキツネとの出会いなんですけど、このね CD がめちゃくちゃかっこよかったんですよね。もう一言で言うならおしゃれミュージック。キツネメゾンの音楽は今も Spotify とかでね聴けますんで、キツネメゾンでね検索してぜひ聴いてみていただきたいんですけど、テクノとかエレクトロとかハウスとかパンクとかなんかそういったものを融合したようなおしゃれな楽曲がたくさんね集まったコンピレーションアルバムのキツネメゾンシリーズっていうのがあって、まずこれがキツネとの出会いだったんですけど、でその後こういったねアパレルとかですね、こういったところに興味を持ち始めて、最近ではねもう僕が持ってる服の8割ぐらいはね全部キツネなんじゃないかなと思います。 YouTube ではね結構このラビーの服をね着て出ることも多いんですけど、好きになってからの歴史というかね期間で長さで言ったらもう圧倒的にこのキツネかなと思って、今回はねキツネの方をピックアップさせていただきました。後ろにもスウェットとかも並んでるんですけど、このキツネはフランス人のジルダさんと日本人のマサヤさんのお二人で立ち上げられたブランドなんですけども、かっこいいんですけどこう洗練されていながらも遊び心があるデザインが多くて、僕のね金銭に触れるアイテムがめっちゃ多いんですよね。有名なやつだとこういったフォックスロゴのこれとかね有名だと思うんですけど、でももしかしたらあれかな、ここ数年で人気なのはこっちのフェイスロゴの方が有名なんですかね。こっちの方が有名ですよね。これが2つ2連になってるやつとかね着てる方ほんと多いですよね。あとねこの遊び心っていうとこだとこういう風にねジョギングしてるキツネくんとか、キツネなんでねこのフォックスがメインキャラクターなんですけど、これねジョギングしてるフォックスくんとか、あとはこのチラックスフォックスっていうねチルリラックスしているフォックスとかね、こういったものとかもあって、すごいねしっかりしたちゃんと刺繍なんだけど T シャツとしてもねかっこいいんだけど、なんかこの少し崩した感じのポージングをしたねキツネが刺繍されていたりして、この辺りのね遊び心みたいなのすごい好きですね。あと結構ねコラボアイテムとかも多くて、これとかねアーダーエラーという韓国のブランドとのコラボなんですけど、アーダー×キツネってなってますよね。これとかもねすごい可愛くて、これ何年前だろうな、6、7年前とかなのかな、多分その時しかコラボしてないと思うんですけど、これがね良くて、これのためにね韓国に行ったりしてましたね。これ面白くて、こうキツネが青いキツネが3連に刺繍されていて、あとこれ後ろにもねこんな感じでタグがついてて、これ間違いじゃない、ミスじゃないですよね。ちゃんとこういうのをこういう中途半端な位置に肩甲骨のあたりにこのタグがついてるというのでね、これ着てると結構会社とかでタグついてますよっつって後ろからね取ってくれちゃおうとする方とかいるんですけど、こういうデザインの T シャツです。これねちょっと面白い T シャツとかもあったりして、これもアーダーエラーの3連のキツネで、これも後ろにこんな感じでタグがついててよく間違われる。でこうシャツみたいにね結構ドレッシーなものもありつつ、こういったスウェットとか、これとか有名ですよね。パーマネントモデルって昔からある人気のデザインのスウェット、この一番多分有名なグレーのスウェットとこちらのシアン、この青もすごい気に入ったんで、この辺りも持ってますね。こういったスウェットとか、あとスニーカーも僕結構キツネは持ってて、これとかもねソラランナーというシリーズなんですけど、このスニーカーもここにキツネがいたりしてめちゃくちゃ可愛い。この辺りも横にね分かりやすく緑のキツネ、緑のタヌキ、緑のキツネ。コラボスニーカーだとこれがリーボックとのコラボで、後ろにねこうスカイブルーのキツネが入っているスニーカーとか、これもね結構前のリーボックとのコラボなんだけど、インスタポンプフューリーとキツネのコラボ、トリコロールカラーに彩られたポンプフューリー、この辺りのねコラボ、リーボックとかのコラボとか、こういうのもねキツネがコラボしてるっていうのでね買ったりしてますね。セーターもありましたね。セーターもね結構こういう面白い色使いのセーターとか、カーディガンとか、これもカーディガンですね。これがセーターか。動画でも何度か着てますけど、こういうねグリーンのセーターとかもね質はいいと思います。あんま僕服のことそんな詳しくはないですけど、なんかねキツネはねすごい金銭に触れるアイテムが多くてつい集めてしまいますね。ただ数年前から大幅に値上げしていて、一時期ほどね頻繁には買えなくなってます。めちゃくちゃ値上げしたんですよ。仕方ないんですけどね、円安とかもあって仕方ないんですけど、当時ほどポンポン買えなくなりましたね。あとはこういうね、これもなんかコノイヤっていう漆メーカーだったかな、そういうところとのコラボで一応なんかケースになってるこういったコラボアイテムとか、あとはさっきのアーダーエラーのこのルービックキューブみたいなやつとかね、
のやつとか、あとはこれカフェキツネのスノードームですね。表参道に今もありますけど、キツネの路面店の1号店ができた時とか、あとは近くにねカフェキツネの今の場所とは違うところにちっちゃいねカフェキツネが1号店あったんですけど、そことかもね結構頻繁に通っていて、そこもねカフェラテがめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃいいエスプレッソマシン入れてたんで、カフェラテ自体もねとても美味しくて、よくねそこも入り浸っているといったらあれですけど、頻繁に通わせていただいていましたね、カフェキツネも。ちなみにさっき飲んでいたこのコーヒーのグラス、これもカフェキツネのグラスですね。そんな感じでブランドとしてはこのキツネもね僕にとっては欠かせないエッセンシャルなアイテムになってると思います。キメマロのエッセンシャルズ、続いてはニューバランスのスニーカーです。スニーカーはね子供の頃からやっぱり履いてはいたんですけど、このニューバランスのスニーカーに出会ったのね割と最近で10年以内とかだと思うんですよね。ニューバランスのスニーカー何がいいかって、もうとにかくね履き心地がいいんですよね。いろんなブランドのスニーカー試してきましたけど、ニューバランスのスニーカーがね個人的には圧倒的に履きやすいと思ってます。履き心地がいい。僕結構ここの横幅がね広いんですよね。足がね幅広なんで、ナイキとかもねいいんですけど、ナイキとかだとちょっとね先端が細かったりするんで足当たるんですよね。僕の足の形にも合うっていうのもあって、このニューバランスお気に入りです。デザインもすごい僕好みで、僕ね結構シャツとかを着ることも多いので、パンツとかも少し上品なねパンツとか履いた時とかも革靴とかじゃなくても合わせやすいっていうので、このニューバランスのスニーカーはね好きですね。好みですね。とても使いやすい。今持ってるのねこの4足しかなくて、なんかもっとたくさん持ってた気したんですけど、本当にね普段使いめちゃくちゃするんで、結構すぐね履き潰しちゃったりするんですよね。一番有名なのはグレーのねニューバランスとか有名なのあると思うんですけど、グレーもね前持ってたんですけど今ちょうどないですね。で最近だと一番よく履いてるのはこれかな、オーラリーとのコラボのスニーカー。オーラリーも僕好きなブランドなんですけど、抽選で当選しないと買えないぐらいなね結構なんかレアな感じになってきちゃってるんですけど、これはなんか運よく抽選で当たりまして購入できました。このねブルーの上品な色使いとかね、このスウェードというんですかね、質感とかほんと好き、めちゃくちゃいい。一応こちらもオーラリーのコラボスニーカーですけどね、ニューバランスとオーラリーのコラボねめちゃくちゃ好きですね。もう仕事にも履いてくしプライベートでも履くしというね、このニューバランスのスニーカー、これもね僕の足元を支えてくれる大切なアイテムですね。キミマロのエッセンシャルズ、続いてはカメラです。カメラはもう今もまさに目の前でカメラを使ってこの動画を撮っていますけど、僕の生活というかねこの YouTube をやる上では特にほんと欠かせないアイテムになってきていますね。カメラも用途に合わせてねいろいろ使ってるんですけど、一番使用頻度が高くて僕にとってマストなのは今目の前でまさに今使っているソニーの α7S3 ですね。僕の YouTube の動画を撮る上でのメインカメラはね今まさにこちらのカメラになっています。発売してからずっとメインカメラとして使い続けているカメラで、通常撮影ももちろんね画質とかもいいですし、あと暗所撮影にも強いとか、あと長時間のね撮影にも強いので、安定してね使えるカメラということでもうずっとこの α7S3 を使い続けています。サブ機としてこのねソニーの α7-4 とかもね買ったんですけども、これねなんか長時間撮影していると途中でね熱停止しちゃったりとかするので、 YouTube みたいにねある程度長時間、僕ね割と長時間回すこと多いので長時間撮影するのにはちょっと向いていないというかね不安定ということでほんとサブ機になっちゃってるんですけど、なのでねもう場合によっちゃねこれ売却してもう一台この α7S3 欲しいなと思うぐらい、それぐらいにねめちゃくちゃいいカメラだと思います。でもねそれ以外にもスチールですね、写真撮るときとかはこの α7-4 も使いますし、レンズは今2アイスのレンズつけてますけど、レンズも今 7,8 本ぐらいかな、それぐらいあれば十分だと思うんですよね。で使い分けていろいろ焦点距離をね使い分けたりして撮影したりするんですけど、動画とか写真どっちにも使えるのはこのソニーのカメラをメインで使ってますね。ちなみに YouTube 始めた当初使っていたカメラはこちらの富士フィルムの XT20 というね APS-C のカメラなんですけど、初期はねずっとこれお世話になりましたね。最初の頃の台北 Vlog とかはこちらで撮っていました。今考えるとねそんな動画向けなカメラではないので、手ブレ補正とかもね確かなかったんじゃないかな。
動画機としての使い勝手そこまでよくはないんですけども、写真はねでもめちゃくちゃ好みですね。パキッとしたね富士フィルムらしいいい絵が撮れるので、スチール用のカメラとしては最近使ってないですけど、富士の XT20 結構いいですね。でそれ以外にもやっぱり用途いろいろ使い分けていて、こちらはライカの M10R ですけど、こうね腰を据えてしっかりその場の空気とかね質感とかも収めたいなとか思った時はやっぱりねこのライカのカメラ使いますね。ただこうサクサク撮るのにはそこまで撮りやすさがあるわけではないので、今日はライカで撮るぞとかね、台湾行った時とかもライカのフォトウォークとかの動画も上げてますけど、今回の旅はライカで台湾の街を収めるぞとかね、なんかそういう風な少し気合を入れて撮るときはこのライカのカメラを使いますね。写りというか写真の質感、その場の空気とか質感までも映し出すカメラとか言われますけど、本当にそういった描写力のあるカメラなので、唯一無二だと思うんですよね。ライカよりもっとサクサクストリートスナップを撮っていきたいなと思った時とかはこちらのねリコーの大人気カメラですね、 GR3X、 僕は GR3X だと思ってますけど、こちらのカメラで撮影すること多いですね。最近はこたつの記念写真カメラみたいになってますけど、こたつしか写してないですねこういう感じでコンパクトで軽いし、それでいてね画質がもうめちゃくちゃいいので、ライカみたいにしっかりね焦点合わせて撮るっていう感じじゃなくて、サクサクと普段使いして撮りたいなと思う時はリコーの GR3X 使いますね。iPhone でももちろん撮れるんですけど、やっぱり iPhone とは圧倒的に違う質感のね写真が撮れるので、記念に残すような写真を撮る時は GR3X これぐらいはねやっぱり使いたいなって感じですね。大人気みたいで最近なかなか買えないみたいですけど、僕はね 2,3 年前ですかねたまたま買えまして、スチール用のカメラとしてはかなりね主力になってきてますね GR3X で。あと旅行行った時とか Vlog を撮るのはもう最近はこれですね、 DJI Osmo Pocket 3。これやっぱ最高の Vlog カメラだと思うんですよね。軽くてコンパクトで画質もいいで手ぶれもしないということで、もう Vlog にはぴったりだと思います。 iPhone とはまた違ったスムーズさ、本当これはね Vlog のためのカメラだと思いますね。なので Vlog を撮るときはこれとか、あとは激しいアクションシーンを撮りたい、激しいアクションシーン、荒々しい絵を撮る必要があるとき、あんまりないですけどネックマウントしてアクティビティで撮るとか、あとね水をかぶる恐れがあるところで撮るときとか、そういうときはこのね GoPro Hero 10ですね、 GoPro Hero 10 Plus、こういったものを使うときもあります。はい、こんな感じでカメラもね様々いろいろ使い分けてるんですけど、本当この YouTube をやったりとか、あと Instagram をやる上ではカメラなしではもう何もできないという感じなので、まさに今の僕にとってはこのカメラっていうのはねエッセンシャル、欠かせないアイテムになってます。君まろのエッセンシャルズ、続いては MacBook Pro です。MacBook Pro はもうこう YouTube やっているともう動画編集には欠かせないアイテムですよね。さっきのカメラとこの MacBook Pro、 これをね今の僕から取り上げられてしまったらもう YouTube の更新一切できなくなってしまうぐらいに本当にね大切なアイテムです。以前は MacBook Air を使っていたんですけども、 4K 動画の編集をするようになってからこの MacBook Pro に買い替えたんですけども、買い替えてから結構日は経ってるんですが、もう今でも全然主力全く問題なくこれでね編集できていますね。これよりマシンスペックが高いものであったり CPU がねもっと賢くなったものとかいろいろあるんですけども、もう全然これで十分、しばらくねもうずっとこれ使って動画編集はしていますね。ちなみに動画の編集ソフトは僕は DaVinci Resolve をねずっと使っています。もうこの MacBook Pro と DaVinci Resolve、 これでね動画編集をずっとやってますね。映像が今 4K で今後ね例えば 8K 主流とかにならない限りはもうずっとこちらを使い続けようかなと思っています。ただ本当に今これなくなってしまったらもう僕の YouTube の更新途絶えてしまうぐらい、それぐらいに僕のマスターアイテム、エッセンシャルアイテムです。続いてのエッセンシャルアイテムは iPhone。今使っているのは iPhone 16 Pro Max。iPhone はねさすがにベタすぎるのでこの10エッセンシャルズ入れるかどうか迷ったんですけど、本当にね毎日欠かせないアイテムではありますので、これはね入れとこうかなと思って入れました。同じように AirPods Pro であるとか Apple Watch とかも重要なんですけど、中でもやっぱりこれが起点になってますので iPhone 16 Pro Max、 こちらをねエッセンシャルアイテムとして取り上げさせていただきました。調べ物をするのもメモをするのも、あと仕事とかプライベートの連絡、
約、あと買い物をするのも iPhone ですし、音楽聴いたり映像を見たりエンタメ消費するのも iPhone だし、もうほんと全てこれです。で iPhone ってスクリーンタイムが見られるじゃないですか。これでね1日の平均とか見ると、先週とかだとね7時間以上見てたりするので、起きてる時間のかなりの割合ね iPhone を見てることになると思います。ちょっと見過ぎかなと、良くないかなと思いつつも、仕事とかにもね使ったりしますので、iPhone ほんと欠かせないなと思っています。ベタではありますけど、これもね間違いなく僕にとってのエッセンシャルアイテムです。エッセンシャルアイテム、続いては枕です。コアラのリフレッシュピローですね。これが僕にとって本当マストアイテム、欠かせないエッセンシャルなアイテムになってます。長年いろいろ枕は試してきたんですけど、でやっと行き着いた枕がこれね、本当一生ものの枕だと思ってます。コアラのリフレッシュピローで、もともとね案件で有名なコアラマットレスをいただいて、で紹介させていただいたんですけど、あれは案件だったんですけども、でも案件でいただいたコアラマットレスめちゃくちゃ良くて、今まで使ってきたマットレスをはるかに超える良さだったので、本当お世辞抜きでもう別のマットレスに変える気が全くないってぐらいにめちゃくちゃいいマットレスだったので、その紹介させていただいた時はまだね枕はこのコアラの枕じゃなかったんですけど、マットレスがこれだけいいのであれば枕もきっといいだろうと思ってこちらをね買ったんですけど、本当にこれはね一生ものの枕だと思いましたね。かつてない寝心地の良さということで、これ今ね枕のカバーを無印良品の枕カバーつけてるんですけど、ちょっとこれ内側が本体なので内側を見ていただきましょう。でこんな感じなんですけど、さらに内側にこれもファスナー一応開けられるので開けちゃおうかな。ちょっと見えてると思うんですけど、こういう感じでね気口、穴がポツポツ開いてるんですね。で穴が開いてるので通気性がめちゃめちゃ良くて、夏とかも今の時期とか夜もクーラーとかつけますけども、夜もねやっぱり頭周りは結構熱持つので蒸し暑い感じになるんですけど、これね通気性すごい良くて、頭がね朝まで快適にいられるっていうね、そういった枕になってます。で適度な弾力もあって、頭がね沈み込みすぎないけども硬くもないので、めちゃくちゃ僕の頭をねいい感じに支えてくれるんですよね。寝心地めちゃくちゃいいです。最高です。これ本当にやっぱり一日の疲れを取るのは布団と枕になってくると思うんですけども、本当ねこれによって翌日の疲れとかね残らないですね。一日の疲れがちゃんと取れる枕だと思います。これはね僕の就寝にはめちゃくちゃ大事、欠かせないアイテムですね。コアラのリフレッシュピロー。きみまろのエッセンシャルズ、続いてはパスポートです。海外旅行行くには欠かせないというかねないと海外旅行行けないパスポートですね。パスポートがエッセンシャルというよりも、実際はねこのパスポートを持って海外旅行に行くこと、これがね僕にとって欠かせないイベントというんですかね、なってますね。で最近はねアジア圏が多くて、今年だったら台湾とタイに行きましたけども、数年前はね僕結構韓国とかもよく行ってましたね。台湾とかハマる前は韓国にも年2回ぐらいとか行ってました。でその前とかだとヨーロッパもね僕結構行ってます。スペイン、フランス、イタリア、イギリス、あとアメリカとかもね行ったりはしてますね。最近だとやっぱり台湾旅行が多いんですけども、やっぱりね海外旅行はね行っとくといろんなね日本では得られないような経験だったり刺激とかがね得られるので、非日常を体感できたりもするので海外旅行いいですよね。あとね僕は結構食の旅になることが多いので、各地でしか味わえないようなローカルフードとかローカルの屋台飯とか、そういったものとかをね楽しむっていうのが、僕の旅のメインになってきたりするんですけど、街をこう歩いてるだけでも時間の流れとかもね全然日本と東京と違ったりするので、焦りすぎている自分とかをねこう時を巻き戻すじゃないですけど、そういった普段とはね違ったような時間の流れの環境にね身を置くことによっていろいろこう気づきがあったりとかもするので、そういった点でも旅するっていうのはいいですよね。いろんな文化に触れられたり、その時間の流れ、ゆるさ、逆に言うと早いところもあると思いますし、時の流れの違い、そういったものを経験するっていうのもやっぱ面白いんですよね。あと海外旅行行くと日本に帰ってきた後により一層ねこう親切になりますね。海外旅行行くといろんな人が自分のことを助けてくれるんですよね。旅行客だからということで、道聞いたら親切に教えてくれたり、困った顔でうろうろしていたらどうしたという風にね声かけていただくこととかもあったり、お店でもね
こちらに寄り添って注文聞いてくれたりとかね、皆さんめちゃくちゃ優しいんですよ。特に台湾とかタイとかね、ほんと皆さん優しかったですね。でこういう経験するとやっぱり日本帰ってきて、もう最近だってインバウンドの方非常に多いと思うんですけど、そういう方々が道迷っていたりとか、あとはなんか困っていたりなんか聞かれたりとかした時に、こちらもね親身になって答えてみようかなってやっぱり思えたりするというかね、自然とそういう風に優しくしてもらった分こちらも優しくしたり、そういう気持ちになったりもするので、その街ですれ違うねインバウンドの方々との接し方とか触れ合い方、その会話の仕方とか、そういったところも変わってきますよね。家族旅行で来てる外国の方とか記念写真とか撮ってるね、この1枚もねすごいあの人たちにとっては思い出になるんだろうなとか思うと、なんかその写真もね撮ってあげましょうかって言いたくなったりとかね、そういうのもあったりするので、そういうなんか気持ちの交換みたいな、優しい気持ちの交換みたいなのがしやすくなるっていうのもあって、海外旅行ってねめちゃくちゃいいですね。最近ねうちにまたこたつくんが来ましたので、家を開けることが難しくなるかなと思うんで、しばらくちょっと旅行行けないかなとか思ってるんですけど、それでもね僕の今までの生活の中ではこのパスポートというかね、海外旅行、これもねめちゃくちゃ重要な欠かせないものになってますね。そういった意味でパスポート、これもエッセンシャルアイテムです。君まろのエッセンシャルズ、続いてはプロテインです。昨年の初めですかね、ダイエットで12キロ減量に成功したんですけども、その時改めて大事だと思ったのがプロテインですね。プロテインに関しては僕もね最初知識がなかったんで、もうゴリゴリマッチョな人が飲むようなねマッチョパウダーだと思っていたんですけども、プロテイン要はタンパク質なので、タンパク質はねもう筋トレしない人でも普段の生活でもタンパク質、プロテインはねめちゃくちゃ重要だっていうのをねその時学びまして、そこから本当に欠かせないアイテムになってきました。髪とか爪とか皮膚とかね、あらゆるところにタンパク質は必要になってくるので、もう全人類のエッセンシャルアイテムですよね。パーソナルトレーニング行ってたんですけど、パーソナルトレーニングを終えた後も自主的にね今ジムに週 2,3 回ぐらい通ってるんですけど、そこでも筋肉を増やしていくっていう時にも重要になってくるので、より一層欠かせないものになってきたんですけど、筋肉を作る上、体を作る上でめちゃくちゃ大事なのがこのプロテインになってくるんですけど、このタンパク質は食事で摂るのが本当はいいらしいんですよね。固形であればあるほどいいらしいんですけど、なかなかね食事でプロテインを1日 60g からだいたい僕だったら 90g とか今取ってるのかな、それぐらいの量を取ろうと思うと結構ね大変なんですよね。だけどこれだったら簡単に水で溶いてねシェイクしていただければね、それだけでタンパク質が 20g とか取れるので、手っ取り早くタンパク質を食事以外から取るっていうのはね、こういうプロテインいいんですよね。タンパク質が不足しがちな時にはこのね粉のタイプのプロテインめちゃくちゃ使ってます。やっぱりねこのザバスのプロテインが一番飲みやすいというかね、使いやすいので気に入ってますね。次飲もうと思ってるのはこのミルクティーのやつで、今使ってるのはこのレイズのやつですけど、これはねベリー系のやつですね。これも美味しいですけども、ザバスが個人的にはやっぱり味質ともにいいんじゃないかなと思ってね頼ってますね。ザバスはもうこういう風にパック牛乳みたいなタイプのものもあったりします。これはストロベリー味、こういうのもあるし、あとザバス以外だとヨーグルトだとこのオイコスとかも美味しいですよね。食べやすい。これで 13g タンパク質取れるので、こういったものをいただく時もあります。毎朝だいたいこれ1個は食べてますね。こんな感じでねプロテインもいろんなタイプのものをいただいてますけども、本当ねおかげで体はすこぶる好調です。全人類のエッセンシャルアイテムであり、僕にとってのエッセンシャルアイテム、プロテイン。君まろのエッセンシャルアイテム、最後はこれパイの実です。パイの実のこれは香草になってるタイプですね。ちょっと開けたやつもあるんでこちらを見ていただくとこんな感じの2つ入りの香草タイプのやつですね。僕ねパイの実は本当子供の頃から好きで、大人になってからもこの味はねやっぱり僕にとっての定番で、数年前まではね箱のタイプ、箱買いして1回開けたらね1箱全部食べちゃってたんで、カロリーとか糖質脂質結構高いので、箱で買っちゃうと食べ過ぎちゃうなということで、自分なりに抑制しようということでこの個装になってるタイプのものにしました。これで1日なるべく1袋、多くても2袋だけ食べるようにしています。買わなければいいって話だと思うんですけど、もう子供の頃から好きなので、僕にとってはこれはねエッセンシャルアイテムなんですよ。なのでパイの実、これ結構家に置いてることが多いですね。でパイの実いいんですけど、最近ねちょっとこれ見てもらうと分かると思うんですけど、なんかね少しねちっちゃくなった気するんですよね。パイの実一つのサイズも小さくなったし、なんとなく薄くなった気がするんですよね。気のせいかな。
パイの実ラバーの皆さん、この変化気づきましたでしょうか？薄くなった、小さくなったと思うのは僕だけでしょうか？ぜひコメントで皆さんの意見もお寄せいただけたらと思うんですけど、あとね、去年かな、1年前ぐらいにさらに美味しくなりましたみたいな感じになったんですけど、このパイの部分、サクサク具合がよりアップしましたってなったんですけど、個人的には前の方がちょっと厚みがあって空気がもっと入っていてサクサク具合が高かったんじゃないかなって気もしてるんですけども、でもまあ本質的な味、美味しさっていうのはね変わらないので、今もパイの実美味しくいただいています。でこれとねコーヒー、これセットでいただくと美味しいんですよ。これ今ちょっといただいちゃうとね口パサパサになっちゃって喋れなくなるので、ちょっと今我慢しますけど、僕ねこのチョコとパイの量、バランス、これがねやっぱ好きですね。チョコが多すぎない、このあたりもねすごいパイの実のいいところですね。本当にこのロッテのパイの実は僕は世界一美味しいお菓子だと思ってるんで、ちなみに世界2番に美味しいと思うのはマックのアップルパイですね。実は YouTube の過去の動画の中でも何度かパイの実について触れてるシーンとかあるんですけど、そんな感じで子供の頃からずっと大好きな僕にとって欠かせない世界一美味しいと思ってるお菓子、エッセンシャルなお菓子はこちら、パイの実です。はい、そういったわけで今日はきみまろの10エッセンシャルズ、なくてはならない10のアイテムを紹介してみました。もしこの動画が良かった、面白かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルでは暮らしに役立つアイテムなんかをねいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。